はい。今日はこの透明なグラスを描きます。では、光の方向をまず確認しましょうね。光は、この、そうです。少し正面向きの、斜め右上から来ています。だからここが明るいわけですね。でもね、見てください。この光と反対側ですね。ここも明るいんですよね。これがね、透明なグラスを描くときにね、欠かせない特徴です。これは光が中を通過してしまって、ここに反射する。だから明るいんですね。では、この特徴で描きましょう。はい。形ですね。まず垂直線と2本の横線を基準にして、こんな感じにね、左右対称の形を描きます。そして、グラスの口の楕円と台座の円ですね。丸い形を描きましょう。今日中にね、お花をちょっと入れてみます。では、塗りますよ。さあ、これは、ね、透明なグラスですから、ガラスそのものに色があるんじゃないんですね。後ろの色、背景の色を全部塗ることで、透明なグラスを作っていきます。でも、ここだけは形が見えるんでしたね。そうそう。白く光ってるところですよ。それを残して、あとこのグラスの口のとこ。ね、ここをちょっと注目してくださいね。ここにも少し紙の白を残して。あとはいつもの通り、ただ、ブルー紫の色でね、全体に塗っていってしまいます。ここの台座のこの一部もね、ちょっと光っているので、紙の白を残しましょう。さあ、大きくできてきました。ここにアンバーの色を加えて、背景と床をね、こう分けてあげましょう。それから、グラスの中にね、お花が入っているので、葉っぱの色もつけてみえるので、ここを塗ります。こういうちょっとした明るいところは色を取ります。ここは光の方向ですね。ここはしっかりと色を取りましょう。さあ、これでお花もできてきましたよ。今度は少しずつね、暗い色を加えながら、だんだんグラスの形にしていきます。グラスというのは面白いですね。明るいところと暗いところがね、一緒にあったりするんですね。この明るいところを強調するために、また背景を暗く塗って、こういうところもそうですね。またグラスの中にも逆に暗い色を入れたりして。さあ、ねえ、透明感のグラスがだんだん見えてきました。このグラスの口の部分ですね。これは明るい残した部分と暗い線が一緒にありますね。花は今日はね、ざっと描いて、終わりです。で、ここはざっくり描きましょうね。それから、少し筆を割って床のね、なんか材質感を加えてみても面白いでしょう。さあ、背景に当たる部分でどんどん暗く調子を乗っけて、そしてお花やこういうとこをちょっと描き起こして、ね、グラスの感じになってきたでしょ？お花、もうちょっと色入れて少し奥行きつけようかな。さあ、暗い調子をまたここもね、うんと暗くしましょうね。さあ、できてきました。はい、完成です。はい、今回は透明なグラスを描いてみました。ポイントは、この背景の色や形が透けて見えるということでしたね。それから、光と反対の方向、こういうところにとても明るい部分があるということでした。
そのために、背景を塗るときに、あらかじめ紙の白をその明るい部分をしっかり残すということですね。いかがでしたか？これからもね、私と一緒に水彩をね、楽しんでいきましょう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。